Podcast en voyage. 気がつけばヨーロッパに20年。人生という旅の途中で出会うさまざまな一コマをお話ししています。皆さんこんにちは。オンボヤージュへようこそ。観客は一人もいませんでした。それでもヨハネ受難曲は始まりました。2020年の春、ベルギーのブルージュです。イースター復活祭の前の受難曲を歌う季節でした。バッハのヨハネ受難曲の前奏を聞くと思い出す朝があります。会場はブルージュのコンサートホール。建物の前には大きな広場があります。その朝も広場は静かでした。朝の石畳を歩くと、まだ少し冷たい空気。その中に春の気配が混ざっていました。冬の終わりと春の始まりが混ざったような、そんな朝のブルージュでした。でも、その日のホールには観客が一人もいませんでした。その年、私はヨハネ受難曲、マタイ受難曲のツアーに参加していました。ブルージュから始まり、アントワープ、ブリュッセル、アムステルダム、ハンブルク、ウィーン、インスブルック、ブダペスト、ミラノ、バルセロナ、パリ、そしてルツェルン。ヨーロッパの街を巡る長いツアーになるはずでした。でも、その旅は始まりませんでした。その頃、世界は少しずつ変わり始めていました。パンデミックの始まりです。ロックダウン。ニュースで聞いた言葉がだんだん現実になっていきました。コンサートは次々と中止になりました。そして最後に決まったのはゲネプロ、通し稽古を録音して配信する形で終わることでした。観客のいないコンサートです。録音当日の朝、会場の空気はいつもと同じでした。チューニングをして指揮者を待つ。やがて指揮者がホールに入ってきました。いつもならここで客席から拍手が起こります。でもその日は何も聞こえませんでした。拍手の代わりにホールの静けさだけがありました。静かな入場でした。それでもコンサートマスターが立ち上がります。オーケストラも歌もみんな立ちました。着席。指揮者が静かに手を挙げます。そしてヨハネ受難曲が始まりました。音は静かなホールに広がっていきます。咳払いもありません。ページをめくる音もありません。ただ音楽だけがそこにありました。みんな驚くほど集中していました。休憩を挟んで演奏は2時間半ほど。でもその時間はあっという間に過ぎていきました。曲が終わるとホールはまた静かになりました。拍手はありません。そのまま私たちは解散になりました。ヨーロッパ各地から集まっていた仲間たちがそれぞれの国へ帰っていきます。スペインから来ていた同僚は
その日の0時にロックダウンが始まると言って、急いで空港へ向かいました。電車の中で彼らは何度も時計を見ていました。別れ際、みんなで言い合いました。またね。ツアーの終わりにはいつも言う言葉です。でも、あの日のまたねは少し違って聞こえました。またいつ会えるのか。それが誰にもわからなかったからです。あの春はそんな別れでした。あれから数年が経ちました。今年もまた受難曲を歌う季節がやってきました。ヨハネ受難曲の前奏が始まると、ブルージュの朝を思い出します。観客のいないホール、そしてまたね。今年も仲間とまた一緒に歌えることをとてもありがたく思っています。またねという言葉が今は前より大切に聞こえます。2020年の春、皆さんはどこで過ごしていましたか？誰かにまたねと言いましたか？今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。今日はここで皆さんに一つお願いがあります。もうすぐヨーロッパに来て21年になります。そこで記念の特別企画として皆さんの旅の一コマを集めたいと思っています。人生という旅の途中で出会ったあなたの旅の一コマをぜひ教えてください。日常の中の小さな瞬間、旅先での出来事、何でも構いません。2、3行ぐらいでも大丈夫です。ぜひお便りお待ちしています。お便りの送り方は概要欄のリンクから、あるいはインスタグラムのメッセージで受け付けています。たくさんのお便りをお待ちしています。En voyage、フランス語で旅の途中。人生という長い旅、まだまだ続きます。それではまた次回。お相手は千雪でした。